椿だぜ。チカなのよ。さあ、今日はどんなゲームで遊ぶのかな。今回はこちら、イーグレット2ミニ収録、タイトーの問題作、カイザーナックル、なのよ。はい、歴史に名を残す問題作、令和になって完全復活。いろいろとヤバい、遊んでなくてもジェネラルのヤバさは有名よね。詳しくは地政学で見ていくのだぜ。つばちか。はい、先生です。ほい、生徒だぜ。ゲームの前にゲームのお勉強、ゲーム地政学の時間です。はい、リリースは94年の夏、KOF94 が控えているタイミングだな。時期的にはカプコンの万体あたりが近いタイミング。 SNK 方面だとリュウコの剣2が人気だった頃合いね。これ、アーケードで遊んだことある？実物は見たことがないわね。今日初めて触れることにはなるわ。これね、私1回だけ遊んだことがあるんよ。マジで？こんなんどこにあったんよ。こんなん呼ばわりしないであげて、西条の商店街の中のうさぎ屋っておもちゃ屋にあったんよ。マジで？今思えば無印のファイターズヒストリーを遊んだのもこの店なんよね。変なゲームを置いていたのね。店の外、商店街の通路から丸見えの位置に大江戸ファイトと藤山バスターを置いてるような店だぞ。なんかチャムチャムのパチモンみたいな寺がおってやってんなタイトって思ったんだけど、これシンサムよりずっと先にリリースしとるんよね。 AI 先生の分析によると、ブランカに端を発するワイルド悪人、可愛い女性キャラというコンセプトが偶然かぶっただけみたいね。いや、私は産業スパイの存在を疑ってしまうな。やってんなタイト。やっちゃえタイト。ゲームシステムとしてはカプコン方式の6ボタンと見せかけて弱と中の同時押しで超、中と強の同時押しで撃という5段階の攻撃手段を備えているぞ。なお、見た目が同じ技がかなり多いもよ。瀕死になると超必殺技は使い放題の SNK スタイル。ダメージを受けることで溜まっていくクラッシュゲージを搭載。このゲージが溜まっていると次に出す必殺技が強化される仕組みだ。バーフィーパーフェクトのゲージにも近い感じかしら。漏れなく次の技が強化される仕組みで超必殺技も対象ではあるが、システムの都合上温存するのは難しいゲージになるな。なるほどね。あとは CPU の動きがやばい、いわゆる超反応タイプ。そのあたりは SNK の悪癖をアカン方向に強化させた感じ。隠しボスのジェネラルに至っては格ゲー全般で見てもだいぶアカン感じの強さで伝説にもなっているな。大技は金がね、格ゲー界最強最悪のボスと呼ばれているわね。出す方法はボスまでノーコンティニュー、ストレートボーナスを6回取ることだな。ストレートボーナス1ラウンドも取られることなく勝利すればいい。デフォキャラが9人、ボス枠2人の11人だから5回までならラウンドを取られてもいい計算だ。まあイーグレット2ミニにはセーブ機能もあるからな。バトル前にセーブしておけば問題はないだろう。頑張ってくれ。なんか私がやる方向で話が進んでおるんだが。変なゲームなら任せておけ。チカちゃんの出番だぞ。人をデコみたいに言い寄ってからにサクッとクリアできるかな。できるわけねえだろ。はい、前回の予告でネタバレしておりますが、チカちゃんが諦めてしまったので私が2日かけてクリアする羽目になったぞ。というわけでツバチカ初めての共同作業となります。残業を押し付けられただけなのだぜ。それでは早速ゲームスタートなのよ。ゲームの前に前回のリザルト。なんだか嫌な予感がするの。はい、チカちゃんからご変換が1つ。あとタイトルのマッドシティですが、正しくはマッドシティ中黒が1つ入ります。中黒を入れると発音上の間が悪くなるので省いておりました。マッドシティ。本来は構成ツールを使って一斉に置き換える予定でしたが、すっかり忘れておりました。ここにお詫びして訂正いたします。さて、今回もモアイガールは旅行中なのでたらいは落ちてきません。今回はどこに行ったのかしら。今回は大阪府。今頃は大阪城あたりで記念撮影しとるのだろう。めっちゃ USJ 行っとるやないか。はい、というわけで安全運転でゲームスタートなのだぜ。今日も一日ご安全に。ご安全に。つばちか。はい、それでは恒例のオープニング視聴の儀。軟化開幕、音が入ってないのは仕様です。注目すべきはこれ、半透明のスプライトが使用されているわね。本作が使用していた基板はタイトー F3 システム。メッシュや点滅ではなくアルファチャンネルによる半透明処理が可能なハードだったのだ。 CPU も32ビットのものを搭載。回転拡大縮小もサイズ無制限で使用できた強力なマシンなのよね。90年代前半の 3D ゲーム基板の中でも屈指の高スペックなのだ。同時代の有名タイトルならレイフォスやガライアスガイデンなんかが挙げられるわね。知ってる人も多いとは思うが、主人公の和也の CV は八尾和樹さん。85年の人気アニメダンクーガの主人公
藤原忍と同じ声なのよね。和也の使う昇竜拳区分の対空技が弾空がなんよね。本作のアレンジ版となる続編のタイトルの弾空が若干紛らわしいが、対空技は弾空が、続編タイトルが弾空が、空の字が違うのだ。とりあえずバトル前にセーブしてノーミスで進んでいくわよ。はい、初回収録時、特にジェネラルの登場条件を確認していなかったので、負けずにいけば永遠やろ的に進めております。ちょっと待って、テキスト送りが異常に早い。はい、要約すると夏休み暇してる大学生が楽に稼げてモテモテになるイベントねえかなって感じで格闘大会の開催をしゅうのだ。主人公が煩悩まみれやないかい。賞金はなんと1000万ドル。やってやるぜ。大丈夫なんか、これ。1人目の対戦相手はこちらで選択可能。なんとなくマルコってのを選んだわよ。はい、初手マルコは悪い選択肢ではないんよ。後半に出てくると手がつけられないタイプのキャラなので CPU の弱い序盤に潰しておくことが推奨されるキャラなんよね。野生の勘が最適な選択肢を選ばせてしまったのね。悪くはないがベストではない選択肢だ。そうなんか。最初に選んだキャラによって4人目までが固定順、以後はランダムっていう有骨数と似た仕組みなんよね。でこのゲーム終盤に出てくるとあかん感じなキャラが3人くらいおるんよ。山田充電枠の3人も。そんなあかんキャラ3名ってのがダンサーと怪物、武器持ったお姉ちゃんなんだが、実はダンサーのモディを最初に選ぶとやべえやつらが序盤に固まってくれるのよ。そういうことは最初に言わんかい。はい、基本的に実況はアフレコなので今更どうしようもないのだぜ。ちょっとコマンド入力に癖があるわね。技が出ないわ。私はもうやりすぎて慣れてしまったが、斜めは強めに意識してボタンは押しっぱくらいでいい。先行入力は強めに働くので硬直中にコマンド完成させてボタンを押しっぱにしておけば最速で技が出る感じにはなる。なるほど、ちょっと慣れが必要かもしれないわね。和也の超必殺技は幻影鼓楼弾。ちょっと変なコマンドだけどヨガフレーム2回で出るぞ。この通常の電動弾はコンボに組み込めるわね。若干姿勢が低くなるので高い位置の弾ならくぐることもできるぞ。 CPU はガンガン抜けてくるけど真似してもできないやつ。はい、無事に1人目は撃破できたな。まだまだ準備運動。ドクターによるジャッジ。ギリギリ致命傷で済んだな。いや、それしんどいから。いきなり死人が出てしまった。こいつはタフなバトルだぜ。はい、2人目、チャムチャムっぽい動物使い。容赦なくセーブ機能を使っていく。勝つまでやれば負けないのだ。今回はね、ぶっちゃけジェネラルチャレンジなので道中はもう適当でもええんよ。これ当時アーケードでクリアできた人おったんかいな。ジェネラルは隠しボスってポジションではあるんだけど、ジェネラルを倒さないとバッドエンドになるんよ。キャラ別のエンディングを見るなら避けて通れないのね。メーカー側もやりすぎたことは理解しておってな。導入したお店に難易度は最低で稼働させてくださいってお願いする始末。超いい。ノーマル難易度で始めとるがね。安心してください。難易度を変えても何も変わらないストロングスタイルだった。どういうことだよ。お店の設定がどうあれジェネラルのヤバさは全国で統一されとるんよ。それはそれで公平な競技性を提供していたとも言えるな。ただの不具合だろ。はい、ということで2ラウンド目のみに編集して詰めてまいります。超必殺技は突進系だったわね。発生自体は弱パンチからつながるくらい速いんだが、移動中の判定はそんなに強くないのよ。終盤の敵になると見てから投げで返してくるぞ。3人目、あんまり忍ぶ気がなさそうな忍者。ステージが映画の撮影スタジオ風味なのでいわゆる職業忍者なのだろう。一気に職業スタントマンってタイトルで。でも実は無限流忍者の末裔らしく本物の忍者、一族の仲間と共に食うためにスタント業をやっているらしい。3人目から急にギア上がってきた。そういうのはボーナスステージ超えた4人目からやろがい。このゲームにボーナスステージなんて全時代的な尺稼ぎはありません。そろそろパターンを意識してはめていかなあかんのか。クラッシュゲージはヒットした際に自動的に消費される。空振りだと消費しないわね。弾踏んだ。これには追撃が可能。追撃に使用できるのは特定の必殺技と通常技に限定されるぞ。よし、3人目の忍者も撃破よ。ドクター、診断結果は重体。超や撃の技を当て続けると症状が悪化しやすい。最悪の場合は死に至るのがカイザーナックルなのだ。ブリュー。知っとるとは思うけどこれでウーロンと呼ぶのだ。アウロン。部分的にはトリッキータイプかな。ダンクーガの対空性能が高いので弾を撃ってから落とすの安定かも。安定の波動昇竜拳、鳥かご状態なのだぜ。超いい。フライングチャイニーズアタックしとる。ウーロンさんはとある組織の暗殺者なんだけど、
無邪気に遊ぶ子供の姿を見て転職を考えるようになったんよね。でも足抜きするには1000万ドル必要って言われて大会に出とるんよ。煩悩むき出しの主人公よりはずっと切実で応援したくもなるストーリーね。だがその動きは相当にムカつく。こいつは潰すしかないわ。危ない。あのキモい動きになかなか対応できんかったわ。はい、ウーロンさんも渋滞判定お大事に。生きてる場合は医師がサムズアップしてお知らせ。はい、お次はボギーダンサーなのだぜ。誰もが認めるダンスの才能を持っているのだが人種差別によりなかなか仕事を得られないってストーリー。優勝し名誉を手に入れるために格闘大会に出場しているのだ。 MTV で PV をヘビロでさせるしかないわね。はい、この収録実は映画マイケルを見た後でうちに来て遊んでいるところなのでまだまだマイケルが抜けておりません。オーマイガッシュ。終盤に出てくるとヤバいダンサーでしたが難解絵漢字にボコボコにできてパーフェクト。複雑骨折お大事に。はい、同キャラ対決特にネタもございません。こいつは見つけた。弾を撃つと電動弾で抜けてくるんだけどA漢字の距離から弾を撃つとこのように届かずにスカるのよね。届いてもガードが間に合うので副反なのだ。ちょっと危なかったけど無事に倒すことができましたわよ。はい、色違いの偽主人公も渋滞である。医師が笑顔でサムズアップしとるけど渋滞って結構ヤバい状態を指しとるんよ。生命が危険な状態あるいは死亡する見込みが高く予断を許さない状態。お次はボクサーのようで J マッコイヘビー級のボクサーだ。費用を全額負担するならチャンピオンとの試合を組んでやるとジムの会長に言われたので優勝賞金を狙っておるのだ。意外と好きなかった。弾打ってランクーがほい相打ちだけど OK。 割と道中はすんなりいけてる感もあるな。医師の診断は意識不明。ノックアウトされとるんやからそりゃ意識ないだろう。お次は軟化武器持ってるお姉ちゃん。この子は台湾の巧妙な武術家の娘さんなんだが10年ほど前に両親が騙されて借金こさえた上で行方不明に。門下生もチリチリになってしまい育ててくれた祖父も寝たきりになってしまった。この大会で優勝して寂れてしまった道場を再興して両親を探すのが目的なのだ。大変そうだけど1000万ドルも必要ないでしょ。はい論破ってことでここでリタイアしてもらうわよ。壁が壊れてエリアが広がるギミック。壁破壊した際に気負ったりはしないのね。ガードできれば攪拌。これはタイプ間に合う。無難に飛ばせて落とすが有効だな。なんかこれだけでいける気がしてくる。本当にリタイアしたぞ。余談ですがここで30回くらい負けました。お次はどなた？バツかしら？暴走族のリーダーのバーツ。自分の起こしてしまった事故で恋人のセイラが昏睡状態なのだ。彼女を救うのに必要な巨額の医療費を獲得するために大会に参加しておるのだ。お前が事故ったんが原因なら自業自得やな。負けてはやれんのだ。難解絵漢字に弾を踏んでくれる挙動。その調子でどんどん食らってちょうだい。垂直ジャンプで弾回避。結構慎重だぞ。弾を追いかけてフラッグシュートみたいなことしてくる。結構うざいわね。今の投げどないなっとんよ。超必殺グッバー。まさか死ぬとは思わんやん。クラッシュゲージで強化されたバージョンの超必殺技半分くらい一気に奪い去ったな。診断結果は絶対安静。はい、これで同キャラ含む既存の9人を撃破だ。ここからはスペシャルマッチとしてボスキャラが2名条件を満たしていれば噂のジェネラルが登場だ。ツバチカ。はい、隠しキャラその1ゴンザレス。こいつも相当ヤバい。ほう、知っておるのかね。このゲームの紹介動画で何度も見たわ。地上で戦ってはいけないレベルの投げキャラ。はい、竜巻落とし。正しくは大竜巻落としです。フルネームはミハエル・ゴンザレス。オリンピックの金メダリストを目指していたがソビエトは崩壊、オリンピックへの参加機会を失ったのだ。後内戦に巻き込まれて行方不明となった恋人を探すためにも賞金を必要としているってストーリーだ。お前。はい、もうぶっぱの超必殺技は簡単に止められてしまうのだ。ジェネラル相手だと生ぶっぱが当たる確率は 5% くらいだ。大抵は通常投げで返されてしまうぞ。なんその玉抜け前転攻撃。このゴンザレス超正版のダンクーガではプレイヤブルキャラにもなっとるんだが弾を抜けてくる前方回転受け身からは攻撃判定が撤去されて単なる移動技に。うわ出た相釣り投げ。大車輪投げです。まあ
前転から攻撃判定が消えたことでさっと寄ってきてホイッと投げてしまう感じにも。威力面では結構なナーフが入っているが、本作では4回投げれば死ぬ威力となっているぞ。あかん。ちょい、こいつはファイターズヒストリーの良子タイプ。吸い込むというよりは一瞬で吸着してくるタイプ。まあどっちでも一緒なんやけども、まあ投げキャラにジャンプ軌道を変える技とかつけんな。動ける巨漢。うわもうどないなったんよ。しばらく負け続けて活路が見えてまいりました。極力投げ前では戦わない。弾を先天で抜けてきたところに大足、これだけよ。ただちょっと間合いがシビア、近すぎると攻撃判定が届いてしまうわ。一旦ジャンプ攻撃をガードさせる感じで距離を確保してから弾で先天を誘う感じでルックさせるといいわ。ちょっと適切な距離を取ってください。お願いします。転がれ転がれ。面攻撃。クソが台本通りにやらんかい。敵の行動パターンは何種類か用意されとる感じ。バトル前にセーブしておけば行動パターンの乱数は固定されている感じ。開幕ジャンプする CPU はロードすれば絶対にその行動を取る感じがするわね。同じ行動には同じ行動を返してくる。そういう意味では繰り返してプレイしているとそのうち人力のタスみたいな動きになってくるのだ。先行入力は聞きやすい構造なので、うまくすれば技だけの連携で完封できるパターンも作れるかもな。よし、なんとか倒した。はい、ということでお次が一応のラスボスではあるんだけど、隠しボスを倒してクリアしないとバッドエンド、笑われて終わる展開なんよね。エンディングを見たい場合はわざと負けてジェネラルを避けるってわけにはいかないのよね。まあ3人目以降は CPU も勝ちなのでわざと負けてる余裕とかはないと思うけどな。はい、アステカさん、こいつは大船ブランカだった気がするわ。ミスティックバスソーというローリングアタック風味の技を使うな。まあ弾を撃ってこないなら波動昇竜でいけるんちゃうかな。ゴンザレスも弾は持ってなかったけどな。弾抜け持っとるやつは話が違ってくるやろ。はい、アステカさんはメキシコ出身の人気レスラー。なんやねん、普通の人なんか蘇った古代戦士とかそんなんかと思ってたわ。なんか石仮面を装着した影響で不老不死になってしまい記憶も失っておるって設定なんよ。ちょーい、負ける負ける。一発逆転狙らんしたね。まさかのヒットである。しかも死んだわ。まあそんなこんなで自分の過去を知るために彼の過去を知るという占い師に支払う高額報酬を手に入れるために大会に参加しておるのだ。目を覚ませ、確実に騙されておるぞ。はい、それでは2ラウンド目。あかん、弾で釣っても対空間に合わん。ガードできるだけマシではある。うっざ、空対空なら可能性がちょっと見えたんよね。そこ狙っていくか。踏んだ。あかんて。うわもうどうしようかいね。なんやねんそれ。通常投げかな。そんなに痛くはなかったな。うっそ、ネオディオみたいなことしてる。瀕死ですよ。ダメか。できることもないしぶっぱにかけるしかないわ。まんまとヒットしたな。もう一発当てれば勝てる流れ。地味にガードされると不発で隙が少ないのだ。こすりまくれ。あかん。しかしゲージは溜まったぞ。当たりを打ったぞ。なんか最大距離を移動した後だと食らってくれてる感はあるな。はい、表ボスのアステカさんも渋滞である。ここまでノーミスでの進行、裏ボスの登場条件は満たしておるのだぜ。はい、3番と1番2つセーブしておこうね。死ぬほどやり直すと思うので間違って負けたところでセーブしたら積むからね。意外と慎重派なのね。絶対やるから。ロードするつもりが間違ってセーブするから。まさかの宇宙ステーション。さて見せてもらおうか。最強最悪と呼ばれる裏ボスの実力とやらを。ラウンド開始前にセーブ。一旦様子見のバックジャンプ。めくりからの通常攻撃3段。あの3段食らっただけで半分解けるからな。その球はおかしいやろ。一応ね、隙間でやり過ごすことはできるけど飛ぶとスライディングで落とされるのでいらんことせん方がええで。お願いぶっぱの余裕で通常投げね。なるほどなるほど。いきなりクソみたいな球飛ばすんかい。正面のみのバージョンと3方向のやつがあるぞ。こっちの球は貫通してくるので打ち合いはできない。っていうか隙がほぼゼロだ。球と一緒にスライディングが飛んでくるのでしゃがみガード安定なのだぜ。なんやねんそれ。全ての技が有利フレームの塊だ。あかん、空対空も一方的に強い。もうね、攻撃を当てるどころかガードさせるのも難しいのよ。お前いい加減にせよ。
通常技のみのコンボで容易に半分である。いやいやいや、おかしいやろ今のは。いつまでそっちのターン。ずっと敵のターン。動けん。余裕のパーフェクト負けである。どうすんねん。動かしたら負けやん。超うもう。秒で半分解けました。投げ前おかしい。威力もゴンザレスの駒投げくらいあるぞ。当たった。わ、早ね。はい、後出しで貫通弾打ってきます。打ち合いは不可能なのだぜ。いやいやいや、超必殺は当たってくれる。活路はここしかないわ。コマンドミスった。でとっても蹴られとるやろ。活路は超必殺技やわ。今のは多分たまたまなのだぜ。奇跡は何度でも起こせばいい。気合で通すのよ。気合は大事だ。ゲーメストの攻略記事でも気合でなんとかしろって攻略が掲載されていたからな。それを攻略と言ってえんか。くっそ、的確に差し返してくる。基本的にこちらの動きに超反応だ。弱パンチで牽制振ったら背後にワープして投げてくる勢いまであるぞ。まずいわね。マジでつてがないわよ。扉通った思ったらフライ投げかよ。そのルートはなさそうだな。不安。もう私が投げたって。もちろん投げ抜けなどない。いやほんま、これどないすんねん。おかしいやん。飛びに対してワープで裏回って弾飛ばしてくるってお前。ワープで飛びを拒否るところまでは認めるけど、それはなんぼしやかんことやろがい。なんぼしの解説まだいる？新規のお客様もおるかもしれんやろ。関西弁はともかく非内弁やマイナー言語よそで通じる思うなよ。はい、当チャンネルは愛媛の片田舎からお送りしております。もはや地理は関係ない。この令和の時代に年越えたおっさんが夜中にカイザーナックルやってるよ。一体全体どういう状況よ。前世で何したらこんな状況に陥るんよ。無我。落ち着いてください。内なるおっさんが溢れてきてる。あかん。ほんまにあかん。未だ一本も取れてないのは相当にやばい。全くもって活路が見出せない。くっそが。スライディング早すぎやろがい。は。あのワークからの投げな、マジでどうしようもないぞ。飛んで回避すればキックで落とされて弾まで食らうからな。超い。今のめくりは詐欺やろ。こいつマジでパンクや。人様にお出ししてええもんちゃうで。よし、開幕は体育。弾の重ねが遅い。起き上がりにバッチリ重なってるくらいじゃないと後出しで貫通弾なんよ。シビアすぎるやろこいつ。遅い遅い。マジかこいつ。弾の発生なんフレよ。完璧なタイミングならガードさせられる。1フレでも遅れると運が良くて相打ちだ。いやもうちょっとこれシャレにならんぞなもし。無理。人間には無理。あとは任せた。脱いでは見るしたね。はい、ちかちゃんが繊維喪失。ここからは私がお相手しよう。撮影2日目、8時間やっても1本も撮れませんでした。こんなことやっとるからマッドシティの動画が1日遅れとるんやで。負け続けた結果として開幕のパターン構築ができてきたんよ。これは良くないで。開幕は絶対飛んでくるパターンなのでダンクーガで落とす。ここは間違いない。弱の球を重ねてから敵の元老弾で追いかける。1ヒットしてから飛ぶのでダンクーガ。こういうパターンなのね。ダウンが取れたら置き攻めで大足重ねたい。遅いと割り込まれる。ガードさせるだけでも難しい。噛み合えば大足がヒットするが1フレでも遅れていると相打ちになるんよ。超必殺技がヒットしたわよ。ワンちゃん当たる可能性はあるのでハメをミスってもトライする価値はある。ダウンさえ奪えれば置き攻めで押し切れることもある。なるべく抵抗してみせるしかない対戦相手だ。ここまでは予定調は。相打ち1フレ遅かったな。はははは。対空空振りは確実に投げられる。相手はこっちの行動を見てから動くからな。先読みとかで技を置いて送って先行は機能しない。常に後出しでなければ好きだけ晒してしまうことになるぞ。大足連続ヒット。あれがなかなかむずいんよ。大足ループが4回くらい通れば結構なダメージにもなるんだがタイミングがシビアでな。そのワープ慣れ反則やろ。大足の達成見てからワープして投げ余裕でした。あれだっきゃどうしようもない。来るの分かってても返すのは難しい。飛びで投げを回避しても超反応で蹴りが飛んできて浮いてるところに球が飛んでくるので事態が悪化する。出してこないようにお祈りするのが一番なのだ。スピリチュアル方面に逃げるな。あらゆる攻撃手段が有利フレームの塊。ターンを渡したら終わる勢いはあるわね。正直このスライディングだけ永久にこすってればこっちはマジで何もできないのだ。ガード時は最大3ヒットするスライディング。いわゆる連続ガードにはならない仕様なのでガード中にコマンド入れようとすると
途中から食らう羽目になるんよ。しかも硬いな。今の仕留めきれんのか。うわぁ、もう見てから投げる。あれれ、買ったわね。ワープで裏に回るからコマンドが化けて違うのが出ただけなのだぜ。なんか知らんけど奇跡的な勝利。もう一回奇跡を起こせばエンディングだ。4時間ほど負け続けました。撮影3日目です。今回も飛んでくるパターンなので開幕は体育。元老弾の蝶が2ヒット、ここからはガード。弾を打ってスライディングを3セット出してからめくり攻撃が来るぞ。スライディングの後の飛びはダンクーガで落とすよりくぐって壁を押し付ける方が事後が良い感じ。クソ、1フレ遅い。あれ、返せるんか。タイミングが完璧だと返せる。遅いと見送られて投げで角半取られる。ぞ。ダイヤシルプや。おお、初めて完走できた。ピオルまでダイヤシ、これが理想的な羽目なんだ。診断結果、あの良い気。ジェネラルをあの良い気判定で倒すのはとても難しいことのようなのだぜ。これにて和也のエンディングです。はい、まだ背後に南下や米組織が控えとる展開なのだ。例によってチョッパやの文字を送り、今倒したジェネラルは先手に過ぎない小物なのよ。正気かってお話ではあるんだが、ジェネラルの背後の野米組織は未来永劫出番なしである。本作の調整版としてカイザーナックル EX というバージョンを出すものの、ロケでの反応が悪すぎてボツに。その反省を踏まえてダンクーガが作られるのだけど、諸事情で販売には至らずお蔵入りとなったのよ。イーグレット2ミニには幻のダンクーガも入っているのだ。カイザーナックル2も開発中ではあったのだけど、時代が 3D に移行するタイミングということもあって、内容を派手に変更した結果としてサイキックフォースになってしまったのよ。サイキックフォースは96年のタイトル、ゲームベスト大賞6位入賞の名作ゲームだな。98年には続編のサイキックフォース2012がゲームベスト大賞1位を獲得しているわね。ファンの熱量が収益に結びつかなかった悲運の名作ではあるな。女性ファンが多かったからね。さて、雑に本作のレビューをお願いしますよ。テストプレイしたのか。これ言いたいことは理解できます。いやね、人類の限界に挑戦するんはええんやけど、せめて隠しボスは隠しボスらしくしといてほしいやん。捨て方をして普通にエンディング出るくらいの配慮は欲しかった部分。スパ 2X にはクリアしたいから暴気を避けるって選択肢はあったからな。94年かつほぼ格ゲーデビュー作としてはまとまっとる方やけども、完全に難しいの意味を履き違えとる感じなんよ。私が倒しました。ツバチか。ツバチか。はい、無事にクリアできたところで今回はここまで。いや、言うほど無事でもない。これ以上やったら右手が疲労骨折する勢いだった。格ゲーのやりすぎで身の危険を感じたのは初めてだぞ。いや、人間追い詰められた時に最大のパフォーマンスを発揮することもあるの。普段の椿さんは力が入りすぎなのよ。分かっちゃいるけどどうしても力が入ってしまうのよ。今回の収録を終えた頃にはナンカーケポンの弱キックのところの戻りが悪くなっていたのだぜ。やっちまったか。ボタンの爪が片方曲がっちまったようなので、使用頻度の少ない一番端と入れ替えたのだぜ。私のアケコンのボタンの爪が片方吹っ飛んだわ。予備のボタンも買っておかないとな。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。トップページのリンクをクリックすれば X のアカウントにアクセスできるのよ。少し早めの投稿予定を知りたい人はフォローしてくれよな。その上にあるチャンネルの概要欄をクリックすると欲しいもやマシュマロを投げられるわよ。欲しいもは Amazon の欲しいものリスト。何かご支援いただければやる気ゲージがアップ。ゲージがたまれば超必殺動画が出るかもしれない。ハイプで応援してくれるととても喜びます。目指せランクイン。動画へのコメントもお待ちしております。思い出話は大好物です。というわけで最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。マシュマロ来てた。どんと来い。そばやうどんとお好きな麺は何ですか。またおすすめの食べ方があれば教えてください。冷凍うどんをな、水で解凍してツナマヨにめんつゆ。暑い時は火も使いたくない。私もうどんで。ざるうどん。なんやかんやで普通に食べるのが結局最強なのよ。一理ある。